はい、これね汚れてたから先折りにしたマットを藍をかけて染めました。そしてねすごいもうこの辺とかボロボロになってるから下を布を足して縫ってそれからこっち側にこうやろうと思う。裏はいいから。このミシンね分厚いもの縫えるからいいよ。これ結構すごい厚いんだよ割と。でも一緒に縫えるから。そしてよこんぐらいだ。あ、ちょっと取りすぎた。これをね取ってしまおうと思う。これは結構なくなってるんでここもダメになってるでしょ。だって何十年も使ってたもんね。もう一枚の同じやつに折ったやつはまだ綺麗なんだけど、マットで台所のマットで使ってたのもダメになったのもあるし、どうしたんだろう。捨ててないと思うんだよ。どっかにはあるけどだってこの布自体がもうボロボロの布を使ってるのに。この辺もへたれてるよね。この辺は裏からちょっと裏はね裏としてしか使わないよ。40何歳の時から初めてお裁縫始めたの。それで最初ジャケットがこう合わせるじゃん。それがキューってねじれて互い違いの長さだったりとかね、みんなの物笑いの種だったよ。してだいぶ上手くなったけどそれに比べればよいしょすごい勉強したもん。でもやっぱね根本が下手だから、下手なのと不器用なのと乱暴っていうのなんて言うんだろう、ダメよまあいいじゃん、しょうがないだろ。これが違ってた。表がこっちだった。これ裏だ。どうする？こっちが表だったのにこっちが表にするかしょうがないから。あとはこういうぐじゃぐじゃになってるとこ、こういうとこ隠そう。ボロボロだから。よし、こうしてこうしよう。これは最初にこの周りだけやろうと思ってやったやつ。最初はねこんな感じだったのよ。もうちょっと大胆にやればよかったね。この辺とか多くして。でも布がなかったんだ。裏つけてないんだけど、はい、先折りをこの前リメイクした綺麗な青を加えます。綺麗な薄いなんで化学染料の方がいいと思うので、藍だとくすむので少しピュアな感じの薄い青を加えて黄緑みたいな感じにしてやろうと思います。染めてだいぶできたでしょ。今度はここが表だから一つこうするんだ。こんぐらいね。こっちは弱ってない。あ、これちょっと切ろう。内側がねすごい弱ってた。このハートをここまで、これ先に縫おう。ここできたでしょ。だからこっち側からもやろう。裏側はむちゃくちゃ、裏口入学じゃないけど裏口から入学できないぐらいむちゃくちゃ見せられんなこれ、むちゃくちゃで。でこの辺ぐちゃだからここも縫っとこう。ボロになりそうだぞ。よし、できたよ。すごいブサイクだけどブサがわいいっちゅうやった勝手に言ったりして。閉まらないし汚れるから茶色っぽい色を加える。ブルーでもいいかもしれんな。田舎暮らしには先折りマットだぜ。本当知らんけどこれでいいじゃん。あ、かわいい。この布も役に立って
立つ時があったわ。可愛いなと思って買って使うこともなくそのままになってたの。不器用なんだけど、こう形にしたいっていう気持ちだけが頭の中にあって、それでやってるんだよ。ね、世の中器用な人っていっぱいいるじゃん。ね、そういう人が見たら笑いもんになるんじゃないかとは思うんだけど、中とかめちゃくちゃただただ形にしたいというそれだけなのよ。そして何も知らんでしょ。お裁縫のやり方とかも勉強してないから無理やり縫ってる感じよ。よし、これでいいわ。かわいいじゃんこれね。え、よし、縫おう。これはね、全部この裏もこんなしたよ。こうやってくっつけてみた。なんかぐちょぐちょになってちょっとこらえて使うさ。先マットが傷んでるから、この絶対にこの裏をつけないとダメだから、こんな感じで今やってます。よいしょっと。これはね、ここがねこんななってるのだから、この布で継ぎ当てします。ここはこれつけたらもうちょっといろんなところにつけたくなるよね。あるだけ丸塩、水玉たまちゃん。発端はね、このボロっちいところを直すってことだったんだけど、いつの間にかなんだかすごいことになりましたよ。いいじゃないですかなんだかすごいね。これはね、汚れてるの。ここが何がついたんだかわからないんだけど汚れてる。さあ始めましょう。これでおしまいだぞ。いや、この辺むちゃくちゃだね。まあいいわ。